第7話、諭吉と秀夫、山を降りて、のんびり徳島ドライブ、山奥の静かな駐車場で迎えた朝、秀夫は、澄んだ山の空気に包まれて目を覚ました。初めての山での車中泊、夜は本当に静かで、虫の声や、遠くで動物の鳴き声らしきものが聞こえたくらいだった。街中の道の駅とはまた違う、自然の中での落ち着きがあった。隣で眠っていた諭吉も、むにゃむにゃと体を伸ばしている。諭吉、おはよう。よく眠れたか？にゃあ、よく眠れたにゃん。空気おいしいにゃあ。諭吉も、山の空気が気に入ったようだ。簡単な朝食を車内で済ませる。昨日買ったナルト金時の残りと、インスタントの味噌汁。素朴だけれど、旅先で食べるとなぜか格別においしい。身支度を整え、車内を片付ける。ピクシスメガのブラウン君は、朝露に少し濡れている。エンジンをかけ、ゆっくりと駐車場を出る。祖谷系の山を降りていく。朝の光が、山の緑をさらに鮮やかに見せている。澄んだ水が岩を打つ。さらさらという清流の音が聞こえてくる。曲がりくねった道を、秀夫は慎重に運転する。だんだんと、道沿いに家が見えてくるようになる。田んぼや畑が広がる風景。稲の緑が眩しい。青々とした稲穂が風に揺れる。にゃあ、田んぼだにゃ。諭吉は、流れる景色に興味津々だ。カエルや虫を見つけては、窓越しに追いかけている。秀夫は、急ぐ旅ではない。のんびりと、気になった場所に立ち寄りながら進む。小さな集落の、昔ながらの商店。軒先でおじいさんが座っている。思わず、車を止めてみた。こんにちは。秀夫が声をかけると、おじいさんはニコニコと答えてくれた。どちらから来たんや？大阪からです。定年して、猫と二人で日本一周しとるんですわ。ほう、それはええこっちゃな。気をつけて旅するんやで。短い立ち話だったけれど、地元の人の温かさに触れることができて、秀夫の心はじんわりと温かくなった。商店で、地元で作られたというみかんを買った。車に戻り、早速剥いてみる。甘くて、水分たっぷり、とってもおいしい。諭吉、このみかん、おいしいぞ。諭吉は、匂いを嗅いで、いい匂いにゃん、と泣いた。さらに車を進める。大きな川が見えてきた。四国三郎、吉野川だ。雄大な流れを見ていると、心が洗われるようだ。川沿いの道を、ブラウン君は快調に走る。窓を開けると、風が心地よい。山の緑、川の青、空の青、日本の美しい景色が、目の前を流れていく。こうして、のんびり景色を見ながら走るのもええな。秀夫は、改めて旅の楽しさを感じていた。会社勤めの頃には、こんな贅沢な時間の使い方はできなかった。途中、大きな道の駅に立ち寄る。新鮮な野菜や果物、地元の特産品がたくさん並んでいる。ここで、少し休憩しよう。秀夫は、地元のパン屋さんで焼きたてのパンを買った。諭吉は、車内で静かに休んでいる。秀夫はパンを一口食べ、諭吉の頭をそっと撫でた。諭吉は気持ちよさそうにゴロゴロと喉を鳴らす。ベンチに座って、パンを食べる。外はいい天気だ。周りには、観光客や地元の人たちが楽しそうに買い物をしている。さて、徳島県もそろそろ終わりかな。次はいよいよ香川県、うどん県やな。秀夫は、地図アプリで現在地と周辺を確認しながら、次の目的地に思いを馳せた。香川に行ったら、うどん調査隊やな。次の、名物調査隊、ミッションへの期待感が、秀夫の顔に浮かんだ。夕方になり、今日の車中泊地を探し始めた。今日の移動ルート沿いの、静かで安全そうな道の駅を見つける。駐車場も広そうだ。車を止めて、今日の寝床の準備をする。諭吉は、もうすっかり車内の生活に慣れたようだ。リラックスして、
秀夫の準備を見守っている。日が暮れていく。空の色がオレンジ色から紫色へと変わっていく。遠くの山並みがシルエットになって浮かび上がっている。とても美しい景色だ。ゆきち、今日の宿はここやで。にゃあ、よろしくにゃん。今日の移動は、ほとんど観光らしい観光はしなかったけれど、日本の美しい景色や、地元の人の温かさに触れることができた。とても満足のいく一日だった。明日からは、いよいよ香川県だ。どんな、美味しいものに出会えるだろうか。どんな景色が待っているだろうか。秀夫と諭吉の旅は、ゆっくりと、しかし確実に、新しい場所へと進んでいく。にゃあ、次の旅も僕と一緒に楽しみたい人は、チャンネル登録するにゃ。